こんにちは、ドラ旅です。今回は南国鹿児島を3泊4日で旅します。最初は大都会鹿児島市内に全泊。明日から本番です。この旅ではまず枕崎へ向かい、その後は指宿に泊まりました。薩摩半島の南端付近ですね。丸々3日間を使って巡っていきます。実は1年ぶりの鹿児島県、前回たくさんのコメントをいただいていました。そのコメントを参考にして砂蒸し風呂を初体験して、カツオも開門岳も新しくなってる池田湖も流れるそうめんも有名な旅館も道の駅も、これを見れば全部わかります。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。鹿児島中央駅前といえばこの観覧車のイメージですよね。今夜のホテルはその観覧車の向かい側、ソラリア西鉄ホテル鹿児島です。今回は赤い風船のじゃらんパックを利用して1泊だけこのホテルにしました。部屋は何の心配もない清潔さと程よい広さ。バスタブが別なのも嬉しいですね。ホテルから桜島が見えます。鹿児島に来たなぁと気分が高揚しました。部屋の良さ、アクセスの良さに加えて、このホテルを選ぶ理由がもう一つ。それがカゴンマふるさと屋台村が地下にあることです。屋台村は2つエリアがあって、こちらのバス地下エリアの方が店舗が多いですね。まずは旅の準備運動ということで、ビールと鹿児島の豚肉をいただきます。乾杯。うま。 QR コードで注文するお店が多かったですね。鹿児島県の豚肉の生産量は最新のデータでも全国1位なんです。この屋台村は一人でも入りやすくて、ふらっと立ち寄って気づいたら店主さんや隣のお客さんと仲良くなれるような雰囲気がありますね。さつま揚げのしっかりとした甘み、見た目通りのふんわりした食感、これがですね、芋焼酎に完璧に合うんです。桜島灰干しというのを初めて聞きました。火山灰と塩を使って水分を抜いて旨味を凝縮させるのが灰干し製法というらしいのですが、こう見えて干物なんですね。生の刺身以上に味が濃くて、これは美味しかったです。厄介な火山灰すら利用する薩摩のたくましさがわかりますね。ホテルのフロントと屋台村はエレベーターで直結しているのもいいですね。焼酎で鹿児島モードになっていよいよ薩摩半島を旅します。翌朝は晴天で5月とは思えない暑さでした。
桜島の動画は別で公開してますので、これを見終わった後にチェックしてみてください。ホテルから徒歩5分、レンタカーを借りに行きます。これから1時間走って枕崎のカツオですね。初ガツオのわら焼きとか無塩ガツオをいただこうと思います。さあ、3日間お借りすることになった車はトヨタヤリスですね。駅前を通り南薩縦貫道で枕崎市へ向かいました。ちなみにヤリスのラゲージには90リットルと50リットルのスーツケース20リットルほどのボストンバッグが収まりました。カツオは昔片魚と書いていました。これは鮮度を落とさないために天日で干されて固められていたからだそうです。硬い魚だから片魚、それがカツオと変わったんですね。今みたいにいぶす方法は意外と最近で、江戸時代から始まりました。このカツオの出汁に含まれているのが旨味なんですけど、発見したのは日本人で、海外でも旨味は通じます。カツオといえば枕崎。そして買い物と食事を楽しむならここしかないと思います。枕崎お魚センターに到着しました。の開始ですね。わら焼きのたたきを体験することもできるんです。前日までに予約が必要ですが、個人でもできるし、一つの串を焼いてそれを2人で食べることもできました。今日焼いていただくのはこのカツオになります。これがですね、今日生が上がってなくて、天候とかでやっぱだいぶ変わってくるんですか？そうですね、あとは船が出るか出ない、凍結一級品って言います。で B1 ガツオです。すごくいいんですか？じゃあブラインド凍結っていうのはですね、船内のカツオ船の一本釣りにブライン液っていうマイナス20度から30度ぐらいの塩水みたいなもんだと思ってください。そこにですね、釣った魚がシロップになってるんです。カツオは泳ぎます。そうしたら1分もしないうち凍ってしまう。早い話が急速で言うとすぐ凍らして、凍ったやつをですね、マイナス50度の船内の冷凍庫で保管して、いっぱいになったらまただけに帰ろうか。それで一番ランクの高いのが無塩ガツオを釣り上げた時に、船上で血抜きすべてブライン液につけて凍らして持ってくる。だけど、たたきにするんだったら、これは B1 の東物をつって脂が乗って美味しい。無塩ガツオっていうのは刺身に食べさせるためにそういう。ちょっと量多くしてますので。ありがとうございます。じゃあですね、刺したやつを焼いてもらうんですけど、大きいね。まず焼きのパターンからいきますね。はい。まずですね、こっちの皮目の方、こっちも皮目ですね。焼いたらもうひっくり返す。はい。お持ちになってよろしいですかね。はい。重たいよ。今から藁を入れますね。はい。要するに炎に当てるようにお願いしますね。こんなんですね。大きい。お願いします。皮目をしっかり焼きます。うわー、すごい。うわー、いい香りがする。皮目はいいですね。両方ともいいですね。次はまた藁を入れますんで。もう一回いきます。はい。はい、どうぞ。わあ、面白い。はい、OK ですね。じゃあ、こちらに10と。つけてください。
おお。でですね、私はあんまり基本的には水で洗いたくないんです。あ、そうなんですか。なんでかっていうと、やっぱり香りが逃げますんで、はい、ありがとうございます。今私が中の方で切りますんで、はい、持っていってもじゃあ持っていきましょう。いいですね。美味しそう。ありがとうございます。美味しそう。はい、ありがとうございます。まずはポン酢で召し上がれ。わら焼きの香りが程よく、外側は香ばしく、中はほんのり温かいレア。自分で焼いたら余計に美味しいですね。焼きたてなら塩もいい。匂いなんて気にしないで、生姜とニンニクと塩。とても美味しかったですよ。あ、塩も美味しいね、これ。塩とニンニクを乗せて。うまっ。あ、美味しい。ごちそうさまでした。あー、すいません。ありがとうございありがました。とうございます。美味しかったです。はいすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。この食堂の特徴が鰹節を取り放題なんですね。そのままかけてもいいですが、カツオにかけても最高です。枕崎はそれだけで終わりませんね。なんと出汁をいくらでも召し上がれのスタンス。これができるのは日本でもここだけではないでしょうか。港を見ながら食べるカツオというのは格別でございます。まずこの見た目です。鮮やかですよね。歯ごたえはもっちりとしていて、生臭さもほとんどありませんね。無塩カツオとは、枕崎のカツオ一本釣り漁船が船上で1匹ずつ生き締めした後にすぐに急速冷凍したものです。だから鮮度、色、食感が保たれて、通常の冷凍カツオとは身の締まり方が全く違います。さらにセットでついてくる山芋の食感が入ると最高に美味しいんです。うわ、うまい。美味しい。そして出汁もいただいて大満足でした。美味でした。数の少ない無塩ガツオですが、枕崎まで来たら絶対食べた方がいいと思います。うどんのお出汁とかおでんとかですね、りがとうございますスパゲティとかいろんなのに使えます。そばも食べてもいいですよ。
温で3週間、冷蔵庫で3ヶ月。むしろ一番人気で。いろいろありますので、黒豚、ニンニク入り、ピリ辛のタレなので。本当鹿児島にもうち売ってますけど、そこはオリジナルであまりよそに売ってない。だ。すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございます。駐車場も広くて港の景色も楽しめて、枕崎に来たらここに立ち寄ったらまず間違いない、そんな場所だと感じました。市場直結だけど道の駅のように気軽に立ち寄れますね。青空が眩しい薩摩半島の南端をこれからドライブです。南九州市に来てまず訪れたのが板手つわもの主神社です。御祭神は武勇の神様、スサノオノミカト。釜蓋神社とも呼ばれていて、鳥居から拝殿まで釜の蓋を頭に乗せて行くことができたら願いが叶うということで、勝負の時には参拝して釜蓋で感謝を伝えましょう。海が見えてきました。神社は入り江の先にあります。釜蓋が大きければ効果も大きいのでしょうか。慎重に歩いたらなんとかたどり着けます。はい、全く入りません。全然ダメじゃん。でもここまで来れてよかったですね。車が楽に利用できるほど広い道だったので簡単に参拝ができておすすめです。この入り江の近くにはコメントでおすすめしていただいた番所花があります。ここの景色はすごかった。おすすめありがとうございます。駐車場からほとんど歩かないし、水平線と開門岳が一番綺麗なのはここだと思いました。ちなみに伊能忠敬も天下の絶景やねと絶賛した場所です。印象深いところでした。長崎花に行くなら反対側の番所花にも絶対行くべきです。
指宿までの海岸線ドライブは絶景の連続です。この後は日本最南端の駅です。駅と開門岳の景色も良かったですね。鳥取県の大山も美しい山で、ぜひ一度見ていただきたいのですが、この開門岳も実際見ると目を奪われてしまいますね。駅に来た人はみんな楽しそうでした。北に行くと池田湖があります。きっと懐かしいと感じる人も多いはず。70年から80年代にブームになったイッシーを覚えているでしょうか。その池田湖もですね、新しく変わってました。話は全然違いますが、80年代といえば風雲竹市場大好きでした。私は加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビが好きでした。ここは九州最大の湖、池田湖。今はカフェやデッキがある美しい公園になってました。今夜は指宿のホテルに泊まります。指宿温泉正月さんをご紹介します。錦江湾と対岸の大隅半島が見えるオーシャンビューの部屋、あと料理も全部美味しい砂蒸し温泉の茶楽の送迎もある指宿の魅力を堪能できるホテルです。程よくリゾート感のあるフロント。茶楽の送迎時間はチェックインの時に伝えます。オーシャンビューの和室8畳、夕食朝食がついて2人で3550円でした。夕食の間にここに布団が敷かれます。かりんとうめっちゃ美味しい。
なんといっても部屋からの景色。遠くには大隅半島がうっすら見えて、時折船の往来と汽笛が心地よかったです。トイレはやや広め。洗面台と多分使わないバスタブです。エアコンも効いて部屋は快適でした。全裸になって専用の浴衣に着替えて一度外に出て海に降りました。砂に入ると全身を血圧計で圧迫されるような感覚に近いものを感じました。15分経つともう汗だくです。砂を落として大浴場に入った時は最高の気分でした。砂蒸しのお風呂はたくさんのコメントをいただいています。確かにこれは体験した方がいいですね。悪い何かが全部出た感じです。ありがとうございました。温泉の後は食事が楽しみですね。鹿児島から終始です。県本土の南部では比較的晴れますが、とっても大丈夫ですか？大丈夫です。お借りしますね。食前酒の方はすもも酒です。調理長が自ら作ったものです。そうなんだ。これは田楽ですね。お疲れ様です。目の前の海で採れたタイだそうです。見えてきたのはサーモンかな。正月さんのオリジナル焼酎です。ウニかもしれない。
多分ウニだと思います。新鮮なウニやった。マグロでしょうね。マグロも最高ですね。目の前の海で取れたタイ。すごい大きい。ホロホロですね。あ、うまっ。これは焼酎と最高に合いますな。この感じ。美味しいね。あとはお食事が参りますので、これも美味しいね。おいしい。美味でした。量が多めでお腹いっぱいになりました。ホテルの大浴場で大地の恵みを浴びてきました。内風呂と露天風呂を独り占めでしたね。この内容で1人1万円台は素晴らしい。見てくださいよ、朝の景色。涼しい心地いい風が部屋に入ってきます。おはようございます。朝は同じ会場でいただけますね。和御膳でさつま揚げ、黒豚といった鹿児島らしい食材をしっかりと抑えてました。朝食が多いとお昼になってもお腹いっぱいで旅先のグルメが楽しめないっていうのが旅行あるあるですよね。でもここは程よい量で昼食も問題なくいただけました。ごちそうさまでした。指宿温泉で海が見えて食事も美味しくて周辺はとても静か、部屋も清潔で宿泊費用も抑えたい、そんな宿を探しているならこの正月さんは候補の一つになると思います。今日も指宿市を楽しもうと思います。次回はこの続き、ここは行くべきという場所をお届けしますのでお楽しみに。